年間1000展示のアート巡りを通してアートな視点を楽しむコウスケです。今回は駅に衝撃のアート、変身願望や AI のアート、ポエムのようなアート、細胞のアート、土や植物を通して考えさせられるものも、スサノオの迫力、美しい作品、大人気 DJ やうますぎチャーハンも。チャンネル登録お願いします。神楽坂周辺と銀座周辺で2日間、全部で23のアート展を見ます。まずは江戸川橋駅から徒歩1分、アプライトというギャラリー。これは木の板かな。反復する行為が素材と身体の間に何を発生させるか、それを問い続けている植松瑞希さん。都市と人物を AR 空間で再構築し、自分がいた空間を自分ではない視点から眺める大越まどかさん。次は徒歩8分、牧ファインアーツ。一見すると淡くて綺麗な抽象画でも、実はもともと団地や公園など東京郊外の風景が描かれていて、その上からスプレーで全体を覆って、さらに薄塗りの絵の具で柔らかな描写を加えてるんだとか。そういえば子供の頃に遊んだ公園のことを私完璧に思い出せるけど、多分今その通りじゃないよね。今どうなってるんだろうな。過去のあの見知った風景も随分変わってるんでしょうね。いつものうますぎチャーハン食べたい。いつも混むんで15時半と変な時間に来てみたら、15時半に行列できてる。やばいね。前も諦めたんで今回はどうしても食べたい。どうしよう。並ぶか諦めるか、すぐ近くのアートを見ながら悩むことにしました。ケイブあゆみギャラリー。なんかここは畑みたいな展覧会ですね。土や菌類、微生物などをモチーフに作品を制作する赤船文明さん。今回はメキシコでの滞在制作を元にした新作。タイトルのサンディホールは砂にまみれた穴という意味だそうです。そういえば小学生の頃に農園委員長だったんですよ。本当は体育委員になりたかったのにじゃんけんで負けちゃって農園委員になって、で農園委員でみんな集まったらなぜだか委員長にさせられちゃって、うちの小学校では毎年みんなでさつまいもを畑で作って収穫祭をするんですけど、なんかそれを仕切ったりしてました。けど焼き芋した記憶ないな。学校で焼き芋はダメなのかな。みんなで芋を多分家に持ち帰った気がします。懐かしい思い出です。今は土に触れる機会なんてほぼないです。あなたはどうですか？やっぱチャーハン食べたい。おー、ますます混んでます。けどもう覚悟を決めて並びます。15時45分です。30分並んでようやく入店できました。久々です。これめちゃくちゃ美味しいんです。ここより美味しいチャーハンぜひ教えてください。夢中で食べてて動画全然撮ってなかった。徒歩13分、ロールというギャラリーです。気に入っていた店が値上がりしていたことを今日知った青年。このまま夜の空気に溶けてしまいたいと思う青年。思ってたのと違った。
自分と仲直りしようと思っている青年。心の曇りを取る青年。なんか青年多いな。AI と愛ではまるで正反対だと思う青年。満足はしていないが不満でもない。その場所から別の世界へ行かなければならないのは分かっているが、なるべくそれを先延ばししたいと思っている青年。自分の夢を口に出さない青年。自然に思い浮かぶのを待つ青年。旅から戻るたびに生まれ変わった気持ちになる青年。どれも面白いな。ぜひ一旦動画を止めて、どれが気に入ったとかどう感じたとかコメントに書いてもらえると嬉しいです。ポエティックで素敵な展覧会でした。次のギャラリーへ行く前に飯田橋駅へ寄り道します。なんかすごいアートがあるみたいです。ものすごく下ります。これ改札の中でした。すごいこれ。植物が根を伸ばして成長する感じを表現してるみたいです。地下へ伸びてるからね。さっきの赤羽さんの土や畑の展覧会となんかつながるな。これコンピュータープログラムで設計しているそうで、必ず守るべき絶対条件とおおむね守ればいい設計者の意図との2種類の条件のもと生成してるんだとか。すごいねこれ。面白い。最高裁判所長官公邸って Google マップに書いてあるのすごいね。本当にここに住んでんのかな。で、次のギャラリーへ向かうときいつも気になってます。さあ、ルート系ギャラリーに来ました。これ六本木アートナイト2025で印象的だった作品です。タケノコ族って知ってますか。1980年代頭、原宿の路上で歌って踊る人たちがいた文化ですね。この動画は作家自身が直接体験することのなかったタケノコ族を西洋の情報のみ学習させた生成 AI で再構築していると。私もタケノコ族は詳細はわからないけど、なんかレトロな雰囲気は再現されてて、けどなんか違和感を感じて面白いですね。そんな感じで AI を使うアーティスト、草野恵美さん。アーティスト本人を学習した AI で表現してます。この日たまたまご本人がいて、なんか不思議な気持ちになりました。さっき挨拶した方が作品の中にいっぱい生成されてるんですよね。ところで制服に憧れありますか。例えばナース服に憧れてナースになったとか、男性でも子供の頃から戦隊ヒーローとか変身願望みたいなのはあったりして、ただ女性の制服姿に関しては性的な目で見られたり、ネガティブな面もありそうですね。レトロな映像もなんかそれっぽくて面白いです。それっぽいってなんかステレオタイプってことかも。昔のテレビ番組といえばこうだよね、女性はこうあるべきだよねとか。AI ってステレオタイプを吐き出してるとも言えそうですね。看護師の画像を生成してっていう指示したら、指定しなくても多分女性が生成されますよね。他にも考えたのは、子供の頃の変身願望と SNS、 特にインスタって似たとこあるんじゃないかなとか。見せたい自分、こう見られたいっていう自分を SNS に投稿してるんじゃないかなっていう。あなたはどう感じますか。この展覧会についてもぜひ動画を今止めて、感じたことや感想などコメントに書いてもらえると嬉しいです。日本を知らない AI で生成したタケノコ族のレトロな動画、
制服女性の作品、変身願望、その他感じたことなど。このエリアは江戸川橋方面から神楽坂、市ヶ谷と回ると下りでとても楽ですね。さて徒歩5分、東京西宇府津学院へ。開催されているのはアナキズム展。反権力、反ヒエラルキー、自由と自立ですかね。とはいえそこには助け合いとかコミュニティが必要な側面もあるかな。病院とか実験室みたいな雰囲気、異様ですねこれ。アート作品の素材に細胞って書いてあるの、これあんまりないよね。この作品の主役は実験室で生まれ、誰にも知られず廃棄される細胞たち。人間の都合で役に立たないと判断されてサクッと廃棄される細胞という命になんか自分を重ねるとゾッとします。詩人であり原爆生存者でもあった原民喜とアメリカのアーティストアリー坪田の架空の手紙のやり取り。そしてこちらは山谷がテーマの映像と冊子がありました。山谷って日雇い労働者とか路上生活者の街だった場所ですよね。2024年のアートベスト12で私が選んだ展覧会にも山谷がテーマのものがあって、そこで初めて私山谷のこと知りました。別日にはここでパフォーマンスもあったみたいです。ここ雰囲気が素敵なんですよね。ここだけなんかフランスみたい。フランス行ったことないけど。こちらの作品は日本で板取りと呼ばれ、薬用や食用として親しまれた植物がテーマ。一方作家が拠点としていたスコットランドではそれのことをジャパニーズノットウィードと呼ばれ、アスファルトを突き破るほどの生命力を持つことから駆除が義務付けられているんだとか。移民であった作家はその板取りにシンパシーを感じ、排除ではなく新しい視点で捉えようとしています。周りから自分が排除されるような経験だったり、あるいは異文化の中で苦労したような経験ありますか？チンポムっていうアーティストが渋谷のネズミを剥製にしてピカチュウみたいに色を塗ったスーパーラットっていう作品をなんか思い出しました。さて徒歩2分、水間アートギャラリーに来ました。なんか怖いね。金子富之さんのこちらの展覧会、スサノオの息吹。スサノオってアマテラス大神の弟なんですね。ヤマタノオロチを退治した神様らしいです。スサノオって言葉は聞いたことあるけど恥ずかしながら何も知りませんでした。荒々しくも人間味のある神様なんですね。壁三面に巨大な作品、ものすごい迫力です。なんかさっきのアナキズムとつながる気がして、私は権力とか大嫌いなタイプですが、スピードが必要な時や有事には全員の意見を聞いてみんなの間を取ってこの案にしましょうなんて無難な選択肢じゃ何も解決しないですよね。そうなるとぐいっと今までとは違う新しい道へ何か進める力が必要で、けどそれが権力的すぎたり、それこそ戦争とかにつながるのは大問題で、権力の使い方って難しいんだろうな。さて徒歩8分、武蔵野美術大学にあるギャラリーアルファ M。 実はここでやってる井川武弘さんの展覧会は391番の動画ですでに来てます。
これめちゃくちゃ面白いんで、ぜひそちらの動画を見てみてください。隣のスペースでは過去にここでやった展覧会を紹介してました。さらにこんなのもやってました。これちょっと誰の展覧会とか分かんなくなっちゃいました。分かる方ぜひ教えてください。さて、日本橋に来ました。日本橋パブリックジャズ見に行きます。一つ前の動画でも行きましたが、3日間無料のジャズフェスです。お、かっこいいですね。近くのもう一つの会場では大人気 DJ エンマ。盛り上がりました。さて、翌日の代々木公園、ロカビリーな人たち、代々木八幡フェスに来ました。商店街のお祭りみたいです。この日も DJ とアートを10点ぐらい見に行きます。出店いっぱいのお祭りってよりは、あくまで商店街のお祭りって感じですね。けど人いっぱいです。蕎麦屋さんの前で大人気の大沢慎一さんが DJ してます。商店街でまさかの大沢慎一、やばいです。もう還暦近い大沢さんですが、攻めた姿勢でアートでロックな感じがしてかっこよかったです。さあ、水道橋駅へ行きます。東京アーツ&スペース本郷、久々に来ました。今回は若手アーティストの活動支援プログラムで186組の応募から6名が選出されてます。この日はそのうちの3組。沖見カレンさんは目を開けた瞬間の光の眩しさや移動によって変化する視界と身体の反応など、人間の知覚と運動の関係性を絵画表現を通じて探求しているそうです。あんまよくわかんないけど、硫黄の粉末らしいです。
ここ1928年に建てられて、以前は職業訓練校だったらしいです。次は岸本望さん。木の板でこの星の表面をなぞって進んでいます。都市に残された匿名の痕跡を拾い上げ、その断片と自身のドローイングを組み合わせたコラージュ作品を中心に制作しています。次は上海生まれ東京拠点の円釈観さんの近づくまで見えたその先はという作品。グローバル化で揺らぐ自己のアイデンティティのありどころを映像で表現。誰もが感じうる疎外感。作家のセルフドキュメンタリーが我々鑑賞者の姿と重なります。さて、銀座へ移動します。帝国ホテルプラザにアートギャラリーあるんですよ。タク染谷ギャラリーでは3つの展覧会やってます。立花葉月さんは自画像の制作を通して他者の視点の創造を試みています。こちらは響健太さん。ナチャラさんは幼少期、自宅前の遊び場が駐車場へ姿を変えたことで愛着のある風景が消失するという原体験があるんだとか。ゴメイサギャラリー。記憶がバグることってあるよね。かっこいい。きっとデザイン経験がある方だろうなと思ったらやっぱりデザイナーさんでした。ファミコン世代の私にはバグった画面が思い出されます。隣のメデルギャラリー州日比谷。なんか前日の神楽坂で見た赤羽さんの畑とか土の展覧会を思い出しました。銀座の週末は歩行者天国で外国人の撮影スポットとしても人気ですね。車道を歩いていいのに謎に狭い歩道を肩をぶつけそうになりながら歩いてる人もいっぱいいて面白いです。なんとなくいつも通りっていう行動を選んじゃうのかな。銀座6の入り口にジュリアン・オピー、そのアートとそこを歩く人がリンクしててすごくいい作品ですね。6階の蔦屋書店。これは2つ前の動画、395番の動画で言った蜷川美香店のアートブックですね。蔦屋書店の中のフォームコンテンポラリーでは久米原愛さんの個展。透過性の高い絵の具で下図を描き、その上に和紙を幾重にも重ね、さらに岩絵の具で彩色しているそうです。
スタバの前のスペースではこちら。家やその周辺といった小さな生活圏から空き地や庭、訪れた土地へと広がり、私たちが身を置く環境や居場所を再興する試みだそうです。本屋の真ん中エリアではこちら。長年寄り添った猫を失った経験を鉛筆で線を繰り返し引く行為を通して表現しています。他にも陶芸の作品とか面白いね。本屋の中がアートだらけです。銀座6の中にはチームラボの作品もあります。5階の奥にあるアール・グロリュー、この展覧会も面白いです。陶芸といえばそうなんだけど、壺が頭になってる感じ、空洞、空っぽがテーマみたい。あなたはこれ何を感じますか？私はなんだか頭を空っぽにする必要があるかなって思いました。電車で三越前駅へ移動し、三越コンテンポラリーギャラリーへ。こちらの清川漠さんの視線の先にのサイトの冒頭にこうあります。私は排除を拒み、触れうるすべての未来のために技法を生み出し制作し続けている。排除という言葉は前日の神楽坂でアナキズムの展覧会のイタドリって植物の作品でも出てきたキーワードですね。絵の具を引っかき、そこに刻まれる浅い傷、それは視覚を失っても手でなぞることで描いた線が分かり、力を失っても筋肉に頼らず描くことを可能にする。これも作家の言葉です。さて、この日も日本橋パブリックジャズ、愛ふるさとさんはなんと14歳のバークリー音楽大学生、12歳で世界最高峰の音大バークリーに入学してて、日本でもブルーノートでライブしたりと大活躍です。前見た時はピアノだったんですけど、シンセもあんな感じで弾くんですね。かっこよかったです。さて、東京五輪の開閉会式の音楽監督も務めたこの方の DJ 見に来ました。選曲が幅広いですよね。最高でした。かっこよかった。今回のアート巡り、どれが気になりましたか？スサノオのアートや土を感じるアート、駅に伸びるアート、 AI や制服、変身願望の草野恵美さんの作品をはじめ、ポエムや細胞の作品など気になったものについてぜひコメントください。次も一緒にアート巡りできるようチャンネル登録お願いします。